こんにちは。金子でございます。ということで、本日の食材がこちら。よいしょと。せーの。よいっと。ホッキ貝っていうことでね。それではこちらをさばいていく。はい、改めまして。本日の食材がこちら。ホッキ貝っていうことでね。こちら僕が最近ハマってる貝ですね。ホッキ貝。別名、ウバ貝とも言いますね。大体ホッキ貝っていう名称で通ってると思います。で、この貝は僕の住んでる愛知県では取れなくて、主に北海道とか、そういう北の海で取れる貝ですね。で、大体出回る大きさっていうのはね、こう拳ぐらいのものが多いですね。多分、しっかりとしたルールがあって、このぐらいの大きさにならないと取っちゃいけないとか、そういうルールがあるんだと思います。で、このホッキ貝っていう貝は、お刺身でもいいし、あとシチューとか、クラムチャウダーとか、あとカレーライスとかに入れても、とっても美味しい貝なんですよ。旨味が強くてね。ほんでね、可食部がとても多いんですよね。なんで無駄がない貝なんですよ。ただちょっとさばき方が特殊だったりだとか、あとね、寄生虫がいるんですよ。ヒモビルっていう寄生虫がいるんです。食べても無害なんですけど、かなりの高確率でそのヒモビルが生息してるんですよ。そういう虫もいるよっていうことでね、今日皆さんにお見せしたいなと思いまして買ってきました。だいたい1個これ300円ぐらいでしたね。市場で買ってきたんでこの値段で買えましたけど、多分スーパーとかで買ったら1個400円、500円ぐらいすると思います。はい。そしたら今日こちらのホッキ貝を使って、ホッキ貝のお刺身を作っていきたいと思います。このホッキの刺身は本当に美味しいからね。さて、じゃあたくさん買いましたが、そんなにたくさんは食べれないんで、大きいとこ、3ついきましょうか。よし、じゃあさばいていきますね。まず用意するものはね、こういうオイスターナイフとかがあればいいんですけど、なかったら普通のステーキナイフとかでも大丈夫ですからね。まずホッキ貝の貝柱の位置なんですけど、だいたいここら辺になります。1個、2個ついてます。で、上下についてますんで、4箇所貝柱を外していきます。これ普通の貝と一緒ですね。で、こっちがお尻。で、こっちが頭ですね。頭の方は水管が出る穴があります。この水管のこの穴からナイフを入れると、さばきやすいですね。こうやってまず、貝柱を切ります。はい、簡単に断ち切れました。そしたらこう隙間が空きますんで、こっち側も、貝柱を外すと。はい、こういう感じになりました。そしたらここに紐がついてますんで、紐を外します。で、パカッと開きます。こんな感じですね。身がギッチギチですね。パンパンに入っております。で、こうするとよくわかりますよね。こことここに貝柱ありますね。そしたらここ、貝柱を外します。1箇所。で、こっち側も貝柱を外します。2箇所。で、貝柱が取れたら、この紐をこうやって外します。そうすると、コロリンと、こういう風に取れます。こんな感じ。はい、そしたらね、出てきましたね。これ。ここにね、いるのわかりますかね、これ。ちょっと黒いところに出してみましょうか。これが、ホッキ貝に寄生してる、ヒモビルっていう寄生虫ですね。ヒルって聞くと、なんか血を吸ったりだとか、なんかすごく人体に影響があるイメージがあるんですけど、これはね、食べても基本的には無害です。ほら、動いてますよね。無害なんですけど、気持ち悪いんでね、取りましょう、これは。はい、そうしましたら次から次へと、こうやって剥いていきましょう。はい、そしたらこのようにむき身の状態になりました。そしたら、ここが玉です。この玉の部分を切り取ります。切り取って、この紐の部分と玉の部分、こういう風に2つに分けます。こう包丁使わなくてもね、簡単に手で剥がれますんでね。はい、こういう風に剥がしていきます。はい、こんな感じ。ほんで、こう玉の部分から、こういう細長い、こういうの出てくるんですよ。虫みたいな、ワームみたいなのが出てくるんですよね。これ一見寄生虫みたいに見えるんですけど、これはホッキ貝の内臓の一部です。干渉体っていうんだっけな。これは寄生虫でも何でもないし、食べても無害ですので、気にしないでくださいね。はい、そしたら玉の処理からいきますね。まず玉の中に内臓が入ってますので、内臓を抜いていきます。で、抜くときなんですけど、こういう風にくの字になってる方ですね。こっち側から包丁を入れていきます。できるだけ真っ二つにね、偏らないように真っ二つに切っていきます。こんな感じですね。で、完全に切り落とさないように、ここら辺で止めます。こんな感じですね。そしたらここに内臓が入ってますんで、内臓を取ります。あ、これですね。これ干渉体。これ入ってましたね。こういう風に入ってます。そしたらこうやって内臓を出していくと。
この茶色いところですね。これ綺麗に出していきます。こんだけ大きいのに、これだけしか内臓が出ないんですよね。だから本当にね、身が分厚くて、廃棄するところの少ない貝なんですよ。そしたらこうヒレヒレ、こういうところは、ちょっと包丁でしごいて取っていきます。こんな感じで。とりあえずこの状態にします。もう一回いきますよ。こう見たときにくの字ですね。こっち側から包丁を入れます。できるだけ偏らないように真っ二つに切り落としていきます。こんな感じですね。そしたら開いて、内臓をしごいて取ります。で、反対向けて、このヒレヒレも落とします。こんな感じ。ホッキ貝はさばくの簡単です。赤貝とかと比べたらそこまで細かい作業ではありません。なんで割と難易度は低いので、初心者の方にはおすすめの貝ですね。はい、そしたら次は紐ですね。で紐はね、こういうね、ヒレヒレがついてます。これですね。このヒレヒレを取ります。このエラですかね。ここはね、ちょっと生臭いので取っちゃいましょう。で、このエラが取れたら、貝柱と貝紐と水管、この3つだけ残ります。この状態で OK。こういう風にあったら、このヒレヒレを落とす。はい、こんな感じ。そしたらこの状態で、ここ、水管ですね。水管の部分を半分に切ります。こういう感じ。なんで切るかというと、水管の間に泥噛んでる場合がありますんで、その泥を洗い流すためですね。はい、こんな感じ。そしたら軽く塩水で洗います。はい、これでとりあえずの仕込みは完成。そしたらこちらの剥いた身を軽く湯通しします。そうするとね、少し色が出てきますので、綺麗になります。で、綺麗になるのと、ちょっと熱通した方がね、貝の甘みが出ますんで、美味しくなります。普通の熱湯でもいいんですけど、今日は昆布入れました。昆布の旨味も乗るかなと思いましてね。まずは身の方からですね。さっとで大丈夫ですね。ささささーっと。ささささっと。ほら。若干ね、こうピンク味がかったの分かりますかね。こんな感じですね。このぐらいで OK。そしたら氷水にくぐらせて、粗熱を取ると。入れて、こんなもんですね。さっと色味が出たら OK。ピンク色になりました。で、この貝紐の部分は、ちょっと長めにやります。なんでかというと、貝紐の方が雑菌が多いし、しっかり火を通さないと、なんか中途半端に火が入っちゃって傷みやすいんですよね。結構こっちは強めに火を入れますと。こんな感じ。はい、このように色がつきましたら、ホッキ貝の表面、ここら辺ですね、ぬめりがまだついてるんですよ。このぬめりを取っていきます。ほら、黄色いね、ちょっと黄ばむんですよね。これがね、臭みですね。お刺身で食べた時にこれを取らないと、ちょっと貝の独特な癖があるなっていうね、なんか独特な臭みになりますので、これをしっかり取っていきます。ゴシゴシゴシと。はい、こんな感じ。そうするとね、すごいツルツルのスベスベになります。この一手間がめちゃめちゃ大事なんですよね。そしたら次は紐の処理ですね。ここ、紐の先端にまずこう薄い皮みたいなのついてるんですよね。これ取ってください。両方ついてます。ピロ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 と。これね、生臭いのと口の中で残ってしまいますんで、この紐の皮を剥いてもらうのと、で、あと、ここ、水管の部分ですね。ここの水管の部分に、この中ね、ちょっとした膜がついてるんですよね。この膜を取ってください。膜はね、こうペーパーとかできれいにこう取っていきます。はい、OK。ほら、これ水管のとこにね、すごい汚い膜ついてるの分かりますかね。これ取らないかんのよ。で、手だとなかなか取れないんですよね。ペーパー使うと簡単に取れるんですよ。で、紐の皮を剥いて、ピロピロピロっと。OK ですね。そしたらお皿にホッキ貝の殻を乗っけて、こんな感じでお好みで乗せてください。こういう感じでいいか。で、つまを打って、で、大葉を1枚かませて、で、ホッキ貝を切っていきます。切り方はいろいろあるんですけど、これ1枚だとさすがに大きいので、1回半分に切って、例えば、もうこうやって、細切りにしちゃったり、こういう風にね、細切りにしちゃったりだとか、あとはね、こう半分に切って、で、この硬いところ、ここに筋をこうやって入れていって、こっちにも入れて、で、貝は、こうやってね、切って、パンと叩くと、生きてるとね、こうくるくるくるっとなります。
う縮むの分かりますかね。でこの状態でこうさらに半分に一口サイズに切って、で切れ込み入れた方を上にして、こうやって持ってあげるとこう綺麗ですよね。こんな感じ。半分に切ってさっさっさパンでこう盛り付けていくと。でこの貝紐はこうやって貝柱を分けて、貝柱は貝柱で、で水管は水管でこういう風に持っていくとまたいいですよね。はい、こんな感じでちょっとごちゃごちゃっとしちゃいましたね。でこうちょっとね菊とかあしらいがあったらあしらいをこうやって添えると、はい、こちらホッキ貝のお刺身の完成。はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。今日はせっかくなんで、七輪で固形燃料で殻をこうやって置いて、で、ここに軽くお酒を入れて、で、ホッキ貝入れて、で、ちょっとネギ入れて、で、これニンニクをスリスリして、で、ニンニクちょこっと入れて、で、これバターですね。バターたっぷりいって、で、そこにこの美味しい醤油をちょっと垂らすと。ニンニクバター醤油焼き。そりゃうまいぜ。この貝はね、刺身だけじゃなくて、焼いてもうまいんですよね。焼く場合でも一度こういう風に仕込んであげることが大事ですね。そのまま1個丸ごと焼いたりだとかすると、紐ビルも入ってるし、砂も入ってるし、あと紐の皮とかも取れてないんでね。こういう風に1回さばいてからこうやって焼いたりだとかして使ってください。ほら、めっちゃうまそう。ちょっとこれ火を通してる間にお刺身をいただきましょうか。この刺身がうまいんだ。ほんと日本酒でもビールでも何でも来いっていう美味しさがあるんですよ。ほら、この肉厚プリプリのホッキ貝の身ですね。醤油をたっぷりつけていただきます。癖がなくて本当に甘みの強い貝ですね。貝ってこんなに甘いんだってびっくりさせられます。めちゃくちゃうまいです。そう言ってる間にこちらバター焼きがいい感じですね。火は消しましょう。ニンニク入れるのがねポイント高いですよ。このホッキ貝とネギを一緒にいただきます。うわ、うまっ。これみんな好きな味。やっぱホッキ貝しっかり火を通すと歯ごたえが出てまた甘みが増してうまいんですよね。醤油とバターとニンニクとの相性も抜群だわ。これうまい。うまい。濃いめの旨味の強い醤油とよく合いますね。貝柱は貝柱でまたうまい。はい、ということで今日はこちらのホッキ貝のお刺身とバターニンニク醤油焼きときましたら、お飲み物こちらでやっていきたいと思います。せーの、でん、銀色のやつ。ちょっとミニチュアコップでいきますね。ちょっとね、最近飲みすぎなんでね、コップも小さめでいきます。まあ結果ね、コップ小さくしても飲む量は一緒なんですけどね。というわけで今日はこちら7対3でいきたいと思います。いただきます。ホッキ貝の虜。それじっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで今日は意外とみんな知らないんじゃないかなっていうホッキ貝っていう貝を使ってお刺身を作ってみましたけども、あの貝はうまいですね。でホッキ貝は1年通してあるイメージがありますね。いつ食べても安定して美味しいなと思う貝ですので、美味しい貝のお刺身が食べたいなと思った時にはね、ホッキ貝めちゃめちゃうまいですので、皆さんもぜひやってみてください。というわけで今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。